こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック66になります。今回はメンズショートレイヤーをドライでチョップカットします。ドライでチョップカットのメリットは、毛流れやシルエットなどカットした状態が即出来上がりになることです。ですから、出来上がりを確認しながらカットすることができます。また、チョップカット、スライド、そぎなど、毛先を自由に動かすなど、直視しながらスタイリングすることができる点です。また、カット後の仕上がり時間も短くすることがメリットでしょう。基本を踏まえた上で、ある程度状態を見ながらアバウトにカットすることができます。このようなことが大きなメリットと言えるでしょう。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。はい、カット練習したウィッグを使って今回はドライカットしたいと思います。すでにドライにした状態です。顔が女性顔ですので、メンズのショートレイヤーといっても女性的に見えるかもしれません。今やジェンダーレスですので、性別関係なくヘアも部分的に長さを変えることでニュアンスを女性的に変化させることもできます。ですから十分活用することができるでしょう。一応ここではメンズショートレイヤーとしておきます。今のウィッグの長さはこのような感じです。ドライでチョップカットをします。毛先の表情を自由に動かせるスタイルを作ります。今回は基本を踏まえた上でチョップカットでラフにカットしていきます。もうすでに前髪が短いので活かしてカットします。まず前髪から目尻の上がった部分ぐらいの幅をチョップカットします。次に前頭部と後頭部を分けてフロントサイドの長さを少し前下がりにチョップカットします。反対側も同じようにチョップカットします。この段階では少し長めにカットしておきます。前髪とフロントサイド、マッシュルーム風に顔を包み込むようにつなぎます。ステップカットのように内側の髪と一緒にコームでサイドのガイドまで引き上げチョップカットをします。バック中心部に向かってカットしていきます。反対側もこのようにコームで引き上げバック中心部に向かってカットしていきます。そしてバック中心部も毛束を引き上げ楕円になるようにチョップカットしていきます。襟足の長さを下の厚みを考えて毛束を引き上げチョップカットします。そして上のチョップカットに向かって刈り上げの要領でチョップカットしてつないでいきます。バックサイドも同じ要領で襟足の長さをカットし、ラフに上のガイドに向かってカットします。もちろんこちら側も同じようにカットしていきます。次にトップのカットに入ります。まず頂点を探してここから分けます。そしてゴールデンポイント付近に毛束を集めます。ゴールデンポイントとは、顎ラインから耳の付け根を通った延長線上、ここがゴールデンポイントになります。このゴールデンポイント付近の上側と下側の毛束を取り出し、図で表している通り、このようにゴールデンポイントの位置でトップの長さをチョップカットします。こうすることで図でも示している通り、このように良い感じのレイヤーが決まります。良い感じの立ち上がりとボリュームが出ました。
次にモヒカンガイドを取り、前髪の薄さを考えてガイドとつなぎます。このように長いラインをカットする場合、バックから前髪に向かって少し長めにカットを進めます。こちら前髪側からバックの長さをイメージして長めにバックに向かってカットしていきます。そうすると中間部分が三角に長く残りますので、その角を落とします。このように3つに分けてカットしていくと長い直線をカットすることができます。これで図の B、センターにガイドができましたので、次は図の A を目安に前髪のここに向かってチョップカットを進めます。あくまでも図の A でトップの横幅のガイドができていますので、そこから斜めスライスで前髪に向かってカットしていきます。トップから斜めスライスで前髪に向かってこのようにチョップカットしていきます。はい、このような感じになります。反対側も同じようなスライス幅とスライスラインに取りチョップカットしていきます。この図のようにカットを進めます。このようにトップ図 A で横幅のガイドができていますので、そのガイドから放射状斜めスライスでカット図のオレンジまで進めます。横から見るとこのような感じでカットを進めていきます。最後のスライスは縦スライスに近い斜めスライスです。はい、これでだいたい前の方はカットすることができました。真ん中が重たいようですので、もう少しチョップカットします。次はバックのカットに入る前に横をもう少し短くカットして顔に似合わせバランスを見ていきます。次に横スライスでチェックカットを兼ねてチョップカットしていきます。次も横スライスでチョップカットします。今まで斜めスライスでチョップカットされているので、横スライスに近い感じでチェックカットを兼ねて見ていきます。綺麗にカットされていますが、チェックしていきます。こちら側も同じようにフロントサイドの長さを決めて横スライスでチェックカットしていきます。できましたらバックセクションをカットします。トップセクションから先ほどカットしたガイドを活かしながら、8回りから地肌に直角にパネルを引き出しカットします。次に放射状に取り、フロントサイドに向かって8回りをカットしていきます。
反対側も同じようにカットしていきます。はい、この辺の8回りのカットができました。次にフロントサイドと同じように毛束を引き上げ、バックセンターに向かってチョップカットしていきます。フロントサイドでカットしたカットラインに合わせて上に向かってチョップカットしていきます。次にステップカットのようにチョップカットした部分から今度はステムダウンしながらチョップカットを襟足に向かってしていきます。こちら反対側も同じようにカットを進めます。このドライカットは正確性よりも基本は踏まえながらもファジーにカットして構いません。できましたらバック中心部をつなぎます。ステムダウンしてカットしていきます。縦に近いスライスラインでチェックカットします。なぜこのような順番でカットするかというと、顔の長さに対して奥行きを出して頭の形をカバーして綺麗なシルエットを出したいからです。襟足部分もバランスを見ながら長さを決めていきます。ヘムラインも形を整えていきます。襟足の長さと表情付けをしていきます。反対側もバランスを見ながら表情付けをしていきます。前髪もチョップカットしながら整えていきます。できましたら重たいところを削いでいきます。まずもみあげ部分が重たいので削いでいきます。
前髪部分も内側からそぎを入れていきます。トップに向かって内側に空間を作るようにそぎを入れます。反対サイドのもみあげも左右のバランスを見ながらそぎを入れていきます。内側に空間を作るようにそぎを行います。バックセクションも襟足の表情を見ながらそぎをプラスしていきます。バック中心部も毛先にそぎを入れていきます。バックとフロントサイドのつながり部分も見ながらそぎを行います。ドライカットは目で見て手で触った感触など確認しながらスタイル作りができる点がメリットです。全体を確認しながらまた髪を動かしながらそぎを行います。髪を立ち上げさせ毛先の表情を確認しながら足りないところにそぎを加えていきます。出来上がってきましたので軽くウェットにして髪の癖を取り乾かして仕上げます。今回は整髪量をオイルだけ手のひらに伸ばして仕上げます。だんだん仕上がってきました。出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回はメンズショートドライカットを行いました。
トップからカットし、ノーブロックで下に向かってカットしてみました。ベリーショートなどトップの自然の立ち上がりを見ながらカットする場合、この方法が良いと思います。今回は前髪がすでに短かったので活かして切りましたが、長い場合は前髪の長さを決めてフロントサイドを大体の長さにカットしてからトップの長さをカットするなど、お客様にとってトップの立ち上がりが重要なのか、前髪の長さが大切なのかによってどこから切り始めるか決めていきます。一番気にしているところから、しかもお客様が目で見て確認できるところからカットを始め、安心していただいてからスタイル作りを始める方が仕事が進めやすいと思います。僕の場合、お客様が一番気にしていて見える部分をカットして安心してもらうことを大切に、そこを基準にカットを始めます。基本が分かってしまえば、どこからカットを始めても手入れのしやすい綺麗なシルエットのデザインは作れます。短いウィッグを使って襟足からカットする、トップから、そしてフロントサイドからなど、いろいろ経験することをお勧めします。それでは皆さん、このチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。